ンピースの画像と仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年40号、ワンピース最新話1091話戦闘丸を考察します。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。今回もまずは扉絵から考えましょう。1091話の扉絵は、ピザを食べる一味。そんな1091話のピザの扉絵の意味とは、ボニーでしょう。前回1091話でルフィとボニーは3時にピザを焼いてもらう話をしていました。そしてピンク髪のボニーとピンクのフラミンゴです。そんなボニーの誕生日は大ぐらい、ジュエリーボニー。誕生日も9月1日。1091話と大ぐらい。そして1091話の話数の語呂合わせ。一つ目は、人は食いしん坊でしょう。1091話では食いしん坊戦闘丸の話もあります。そして扉絵のピザマークもボニーの海賊機に似ている。特に初期構想のボニーの海賊機に似ているでしょう。1年前、Twitter でも考えましたが、6分割されたピザの周りには衛星が飛んでるみたい。そしてボニーの海賊機のピザは2つ食べられている。一方6人のベガパンク、サテライトはシャカとピタゴラスの2人が死んで4人になっている。となると15年前からこの話を考えていたのか。さすがにそれは考えすぎでしょうか。次にいつものように話数の理論も考えましょう。1091話の類似話数は91話と191話です。91話はアーロンの尖ったシャークオンダーツ。191話はトゲトゲの実の尖った攻撃。1091話は尖ったルッチの志願です。さらに1091話にはアーロンのような尖った鼻を持つネズミのシービーストウェポンも登場。次に191話ではナミの気泡攻撃。一方1091話ではサンジが核を泡に閉じ込める。ちなみに1091話の反転話数はありません。以上が話数の理論とつなぎです。それでは本編の流れを考察しましょう。1091話のスタートはエッグヘッドの戦い。新キャラクターの60話後の中将が蒸気ナッコウという右手の武器を使っています。これは蒸気ポンプの武器なのか、悪魔の実の力なのか、そして中将ドールはどうやら格闘系の戦闘スタイルか。メインの戦いはキザル VS 戦闘丸。キザルはヤサカニの勾玉で光の弾丸を浴びせる。2週間前91話のシャークオンダーツに合わせて1091話では尖った光の剣天の村雲を出すと予想しましたが、ヤサカニの勾玉でした。そしてここでキザルは戦闘丸との出会いを思い出す。それは106巻 SBS で語られていたストーリー。人里を表す野生のクマたちを討伐するためにキザルとベガパンクが訪れると、クマたちを相撲でなぎ倒し、クマのボスとして君臨している孤児の少年戦闘丸がいた。そんな腹を空かせていた戦闘丸をベガパンクは自分のボディーガードに雇ったというお話です。これは語呂合わせ、人は食いしん坊。そんな戦闘丸は大人になってもクマたちのボスになっている。パスフィスタマーク3のボスが戦闘丸です。そのマーク3をひっくり返すとクマさん。そして戦闘丸に戦闘を教えた師匠はキザルです。クザンとガープに続いて再び指定対決です。戦闘丸は足柄どっこいで攻撃しますが、ところがどっこい、キザルのガードも世界一。オレオレーザービームで跳ね返します。これが1091話の話数の語呂合わせ2つ目。どっこい。どっこいでしょう。9は9つと読むのでここです。どっこいとは日本語で力を入れる時の掛け声やそうはさせないという相手を遮る言葉です。キザルに焼かれた戦闘丸は意見チップを奪われてしまう。そして50体のパスフィスタは全て海軍の指揮下に入った。これが1091話の話数の語呂合わせ3つ目。展開でしょう。9をかと読むのは小田先生が設定したカバジの誕生日9月8日から確認できます。展開とはひっくり返る。戦力がひっくり返る展開の展開は半年前このように考えました。こちらです。戦闘丸はエッグヘッドで何かが起きると言います。しかしこの戦闘丸の行動はルフィたちにとって脅威になるかもしれません。おたばがワノ国で敵を味方にしたようにエッグヘッドでは味方が敵になる。
五老星、サターン星の絶対的な命令によってマーク3やセラフィムたちがルフィたちの敵になる。それはシュガーの技リトルブラックベアーズのように、こうなったら手がつけられなそうですが、キザルと50体のパシフィスタが麦わらの一味を襲う。そしてシャボンディ諸島を思い出すブルック、キザル上陸。さらにシャボンディ諸島のシャボン玉とダブル兵器もリンクしています。一方、戦闘丸がやられたと聞いて、ベガバンク本体は涙を流す。ベガバンクはちょっとだけサイコパスだと思っていましたが、基本的にはいい人のようです。しかしその分身のヨークはあざけ笑っています。ベガバンクはいい人なのか悪い奴なのかどっちつかずの正義。そして光であるキザルはバリアをすり抜けて敵地に侵入。これが1091話の話数の語呂合わせ4つ目。敵地でしょう。ここでキザルは傷つけてはいけないものを確認。1、パワープラント。2、パンクレコード。3、ヨーク。そして消すべきは親友のドクターベガバンク。ところがどっこい、ここでおとなしくしていたルッチがベガバンクの命を狙う。しかしさらにところがどっこい、これを察知したストゥーシーがベガバンクを守った。ストゥーシーがルッチの志願でやられました。91話はシャークオンダーツ。191話はトゲトゲの実。1091話は志願でした。ストゥーシーの本体バッキンとは真逆の性格のクローン。ストゥーシー。自分を作ってくれたベガバンクに恩を感じているのか。この危機を冷静にさばいたのはサンジです。すぐさまナミからバブルガンを借りてルッチの仲間核を泡で閉じ込めます。一方、両翼のゾロもすぐさまルッチに攻撃。これをルッチは撤回でディフェンス。これが1091話の話数の語呂合わせ4つ目。撤回でしょう。ルッチはキザルと俺がいればお前らは全滅だ。という、ここでもちろん共闘は解消。ルッチは諜報機関サイファーポールですから、ベガバンク抹殺命令を続投。核を見捨ててでも任務を全うする社畜です。キザルもルッチも一応基本的には犯罪者であるルフィとベガバンクを裁く正義の海軍です。そんなルッチ VS ゾロは349話で少し描かれました。この時、ゾロはルッチに外へ吹き飛ばされていましたが、今回はゾロがルッチを外へ吹き飛ばす。ちなみにこの349話の語呂合わせは、左翼でしょう。349話のタイトルも、左翼一市民。左翼とはフランス革命の時の議会で議長から見て座った席が左が革命派の左翼、右が保守派の右翼。ここから名付けられました。ワンピースでは革命派の左翼が一市民である海賊側で、保守派の右翼が世界政府に使えるルッチです。ワンピースではフランス革命が裏テーマに流れているでしょう。一方、キザル VS ルフィも勃発。ルフィは覇気をまとった蹴りで攻撃してガードしたキザルの腕をミシッときしませる。俺たちは2年前の100倍強えぞと。2年前とはもちろんシャボンディ諸島です。そしてこのセリフはシャッキーのセリフ。うちの人なら大丈夫よ。坊やたちと100倍強いから。そう、2年前のレイリー、ロジャー海賊団たちにルフィたちは並んだと表現されています。2年前、涙を流して逃げ出したルーキーじゃない、リベンジの時。それは2週間前、このように考えました。こちらです。キザルはそのまま戦闘丸へ電光石火の蹴りを浴びせる。人を蹴り。しかしどっこい、ワイのガードは世界一。キザル VS 戦闘丸がついに勃発。これに気づいたルフィはゾクッとしている。これはキザル VS ルフィもあり得るのか。ルフィは2年前、キザルに敗北して逃げました。クマとレイリーに助けてもらいました。だからこそ、ここは逃げずに大将キザルに挑み、あの時の蹴りをつける確率は高そうです。もう2年前のようにルフィは逃げないでしょう。しかし、ところがどっこい。ルフィは海軍大将と過去に4度戦っていますが、勝ったことはない。青生地 VS ルフィはルフィの敗北。キザル VS ルフィはルフィの敗北。赤犬 VS ルフィはルフィの敗北。藤虎 VS ルフィは引き分け。5度目の大将戦がキザル VS ルフィです。それでは、もしもこのままキザル VS ルフィが展開されるなら、どのような戦いになるのか、こちらを考えましょう。まず、ロギア系のキザルには覇気をまとって触われています。次に、光そのものであるキザルは眩しいでしょう。
ドラゴンボールでも太陽剣は厄介な技でした。しかし悟空はサングラスで光を防いでいましたから、ルフィもゴーグルで光を防げそうです。おそらくゴムの天然樹脂である太陽の神ニカは自分の体を粘土のようにして物体を想像できます。しかし対キザルで問題なのは速度です。光のキザルが高速で動くならそれは脅威でしょう。例えば光は地球から月まで2秒で移動可能です。高速のキザルは目では追えません。そこで重要になるのが見聞色の覇気、未来予知でしょう。片栗戦でルフィが開眼した未来予知。それはレイリーとの修行で身につけ、片栗は、こいつ、だんだん俺の見聞色に近づいている。そのように言っていましたが、もちろん片栗レベルでは勝てません。それよりも上。シャンクスレベルに到達しなければキザルには勝てないでしょう。つまり100倍のレイリーレベルではなく200倍現役のシャンクスレベル。そこに到達しなければルフィはキザルを倒せない。逆に言えばキザルを倒せたらルフィはシャンクスに並ぶ。そのように考えざるを得ない。一方でキザルはもしかするとロギア系の覚醒技を見せてくれるかもしれません。パラミシア系とゾーン系の覚醒は語られていますが、ロギア系の覚醒はまだ語られていません。また、エクエットには黒ひげの船も来ています。黒ひげ海賊団がどのように動くのか。黒ひげは頂上戦争で後から登場して全てをかっさらっていきましたから、エクエットでも最後に美味しいところを持っていくのか。そしてサターン星は変身して戦闘に参加するのか。この辺りはまだ読めませんが、なんとなくですが、800年前に滅ぼされたある王国のように、そして滅ぼされたオハラのように、そして生存者ゼロと言われたエニエスロビーのように、そしてフランキーが爆発させたバルジモアのように、エッグエットの最後はなんか爆発しそう。続いてはいつものように次回1091話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1091話の類似話数は92話と192話です。92話は幸せ。アーロンはルフィに激怒し、ルフィはアーロンに激怒する。そんなアーロンは帝国を作りたいという国です。それならば1092話では国の話になるのか。次に192話は旋風注意報。ナミがイカズチを初めて放ちます。こことつなげてくるなら1091話ではキザルのレーザー攻撃か。また192話でも国が滅ぶ話をしています。続いて1092話の反転話数も考えましょう。1092話をひっくり返すと291話ここにいるゴーランドとカルガラの友情が描かれています。それは親友とのお別れです。こことつなげるなら1092話ではベアバンクの親友の話でしょうか。続いて話数の語呂合わせも考えましょう。1092話の語呂合わせは火の国、火の傷、天球図、敵図、テクニック、人はクズなどが考えられそうです。すると1092話では滅んだ国の話でしょうか。オハラもしくは800年前に滅んだ国の話。さらに火の傷が語呂合わせできるなら、僕はこちらの動画で謎の火の傷の男とは革命軍ドラゴンだと考えましたから、ベアバンクのもう一人の親友ドラゴンから連絡が来たら激アツです。ベアバンクの親友キザルが攻め込んできて、ベアバンクの親友ドラゴンから連絡が来る。そんな奇跡的な展開はほぼないでしょうが、1092話に火の傷の男のかすかなヒントはあるかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見やご足してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。